こんにちは、はじめまして。そうなんです。お二人は初めてなんですよね。そうなんですよ。あ、また消えた。シナさん、また音声が消えた、もうモグラたたきみたいに現れたり、こんなにで。演奏会とは、今回はですね、テーマがですね、演奏会にとは。行きましょうよ、みんなっていう。演奏会とは。そう、それで私は百戦錬磨ですけど、その演奏会っていうのはね。百戦錬磨すごい発言。だから逆にわかんない。まずそもそも演奏会って何ですかっていうテーマがあって。演奏会は演奏を聴くことを目的としたイベント。演奏会ってリサイタル、コンサート、ライブの違いは何だっていう。リサイタルってどっちかっていうと、まあどうだろう。でも歌だったらリサイタルだって書いてあったような気がするんだよね、どっかに。でも全然違うなと思って。いやー、ピアノリサイタルもあるし、人数少ないとき、そう、人数少ないですよね、リサイタルって。イメージ的に。リサイタル、デュオリサイタルとか。オーケストラリサイタルとかないじゃないですか。ないですね、ない。そう。私たち気をつけなきゃいけないのがだんだん偉そうな態度になってくるんですよ。けいこちゃんも私もだんだん喋ってるうちに偉そうな感じになってきちゃうんで。私そんな人生でそんなことは未だかつてなかったはずなんですけど。なんかね、みたいな。なんで気をつけましょうね。あれですよね。偉そう。偉そうですよ。気をつけてください。リサイタルってレシテっていう単語から来てますよ。でも、それって別に人数とかに関係がない。そういえばそうですね。なんかね、ほら、お祈りを唱えるとか、暗唱するとか、レシテっていう単語ありますよね。読書とか独演会みたいな。読書、独演。やっぱ一人。基本一人。だから例えば、ピアノだったら一人ですけど、ピアノと一緒にやる20奏ぐらい。あるかな。あんまりトリオのコンサートでね、リサイタルって言わないですよね。あんまり言わないですよね。なんか感覚ですよね、多分ね。最近はもうでも普通にコンサートって言わないですよね。なんだっけ。いわゆるポップス系のものって。ライブって言います、ポップス系とか。ライブっていうよね。でもライブって別に、ライブハウスでワーワーっていうのがライブなわけじゃないですよね。ないんだけど、だから日本語の問題なんですけどね。そして、ちょっとこれでかいんですよね。顔が勇気がいる。すんごい大きい。大きすぎて新里さん顔くるかったじゃないですか。大きすぎる。一人で行くのに勇気がいるんですけど、一人で行っていいんですか？一人で行くのに勇気いりますか？いやでも私ACG の行くときに一人で行っていいのかなみたいな。戸塚さん会いたいけどいいのかなみたいな感じはありましたけど、一回行ってしまえば、大丈夫。クラシックは一人で全然。ああいうのはなんか一人でこんななって5スターとかやらなきゃいけない勇気みたいなのがあると思うんで。基本ね、座ってれば。なんかどんなお客さんが一人でクラシックコンサートを聴きに来ているのですか？私一人で行きたい。あ、また消えた。大丈夫し、しさとさんいらっしゃいますか？いらっしゃる。しなさん、また音声が消えた。もうモグラたたきみたいに現れたりこんなりでやってみましょう。私みたいなのが一人で行くし、音楽家は結構一人で行きます、全然私コンサート一人で、高校生ぐらいの時から一人で行ってましたからね。音楽高校に入って、初めて自分のお小遣いで。そうだよね。あと私吹奏楽部だったんで、吹奏楽部とかの他の吹奏楽部のコンサートとかは吹奏楽部の人と一緒に行くとか。たくさん音楽家より一般の方の方が多くないですか？そうですよね。全然だって音楽家なんてもともと絶対数が。そうだよね。絶滅危惧種ですもんね。少ない人種なんじゃないかと思うんですけどね。し
里さん、なぜ？後ろのオルガン箱を行っちゃい戻ってきたんで。新里さんはそういう星のもとに生まれてて、すごい天然な方で、なんかね、そうなんですか？私コンサートの時にマスカラ忘れちゃったんで、マスカラがないからなんか目がちっちゃいから。なんか印象がとか言ったら「大丈夫、目ついてるよ」って言われて慰められて目がみんなついてる。一人で来てだからなんか、そうアイドルのねコンサートみたいに踊らなきゃいけないとかないから全然一人で大丈夫。大丈夫、大丈夫。私のコンサートとか、クラシック普段聴かない方とか、初めてクラシックのコンサートに行く方とか、よくいらっしゃいますよ、全然。そうですよね。では次行きたいと思います。また子供は何歳から連れて行っていいんでしょうかっていうご質問の方がいらっしゃいますね。子供、お子さんは正直ね、そのコンサートによりけり。そう、コンサートによりけりですよね。そうそうそう、本当にコンサートによりけりで、未就学児はご遠慮くださいって書いてあるコンサートもある。ただ基本的には子供向けですよとかお子さん大歓迎とか言ってそういうベビーカーコンサートとかなんかそんな感じに歌っていない限りは基本は静かに聴くちょっと座って、基本は静かに聴くことができるということが一応前提にはなっている。なので私の生徒とかちっちゃい子とかも聞きに来るし、ちょっと辛くなっちゃったら途中でちょっと休憩でお外に出てちょっとリフレッシュしてまた戻ってくるから、リフレッシュして戻ってきたって感じです。そう。ホールによっては横浜の堺区のリリースホールとか子ども室があって、磯子もあったかな。でね、でもね、目安としては、例えば、5歳、4歳、5歳は、目安にはなるかなと思うんです。何も書いてない場合。例えばね、パリオペラ座の年齢制限としては、5歳以上って出てたんですよ。5歳以上だったら OK ですよってホームページに書いてあった。で、新国立劇場も多分、確かオペラ5歳以上で、バレエは4歳から書いてありました。あんまりその子が多分ギャーってなるってことは、その子自身があんまりね何の興味もない無理やり連れていくとかわいそうかもしれないけど、ある程度ちょっと静かに聴けそうかなっていうこの一曲ちょっと聴いてでなんか危なそうだったら出るとかそんな感じですかね。だからおとなしく座れるようになってからにしなきゃって言ってると多分ついぞおとなしくはならないので子供は4歳とかでもこの曲好きってなったら一生懸命聴いてますよね。うるさくなっちゃったら困るからって言ってちょっと離れた、ホールの大きさにもよるんだけど、あんまり離れてるとなんか子供にとっても見えないぐらいになっちゃって、なんか見えてる方が、見えてる方が空気を感じれるから、だから臨場感があってね。私ねちっちゃい頃とかよく行ってで寝ちゃったりとかはしてたんですよ。だから寝るのは全然 OK ですよね。全然 OK です。私がやったから OK ってわけじゃないけど、ちっちゃい頃とか連れてってもらって、楽器が見たいから絶対前に座るって、すごい固い意志をね、絶対ちゃんと聞くってで、座って一番前の真ん中の席に座ったら、開始早々寝たっていう。頑張って遠くから来て。頑張ってね、でもね、寝ちゃうのはね、大丈夫です。寝ちゃっても聞いててくれてるもんね。確かに。クラシックって眠くなるのかなと思ったのが、学校の先生で、チェロの読み教の方なんですけど、いらっしゃって、私のおっしゃとつかさんなんですけど、ABCG の
他のメンバーの五関さんと共演されてて、五関さんがリーディングして、それに音楽が作って、ベートーベンのやつね。で、行ったんですよ。そしたら、その普段クラシック聴かれる方たちではないからっていうことだと思うんですけど、割と断片的にやってたんだけど、一回バイオリンソナタを1楽章、春、スプリングソナタ、多分7分ぐらいかな、1楽章を繰り返さなかったら、だと思うんですけど、それでも結構なんかすごい長くて、うとうとしてしまったっていう感じの人がいたよって分析さんが言ってたんで、聞き慣れてない。聞き慣れてなくて、心地いいのかも、音が爆音じゃないから。いい音楽かいい音楽じゃないかとか、なんか面白いかつまらないかに関係なく、まあ眠くなるときは眠くなる。そう。席に座って安心して、ふーってこう、あんまりいびきがすごいとちょっと困るけど。いびきは封印で、いびき止めるやつありますから。どんな格好をしてったらいいのかっていうのがちょっと、どんな格好は別にないですけどね。でもせっかくならおしゃれしていった方が楽しいなとか。ですよね。そう T シャツになんか B さんみたいな格好よりは、ドレスダウンしすぎるよりはドレスアップした方が楽しいですよ。そうね。別に決まりは全然ないから、ちょっとオタッキーな感じの格好で、僕はすごいクラシックの作曲ですみたいな感じの人とか、黒のシャツに黒ジーパンみたいな、あるし、なんか本当におしゃれしてる人もいるし。着物の方も素敵ですよね。すごい素敵。私結構着物で行く好きで、着物で行きますね。私なんか聞かれると、どうぞおしゃれをしていらしてくださいって、お伝えするんですけど。なんかでもあんまり頭は盛らない方がいいですね。頭盛ると後ろの人が見えなくなっちゃうんで。やっぱ帯をあんまり厚くしちゃうと、自分も座りにくい。こういう感じになると。自分の幅以上に盛らないけどおしゃれ感じです。適度な。僕、演奏者にとっては嬉しい。ね。確かに。嬉しい。チェロ弾いてる。もう男性5割増しにかっこよく見える。私チェロって髪の毛派と髪の毛がない派とあると思って、僕たちと同じぐらいの熱量を使って感激してくださってありがとうみたいな感じで。